今回はチェーンソーマンに登場した全悪魔について、紹介していきます。この動画の内容は第1部の最終話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。本作に登場する悪魔は、その名前が恐れられているものほど、強力とされています。そして強い悪魔であるほど、契約により強い代償が必要であることもわかっています。また魔人とは人間の死体を悪魔が乗っ取った状態を指します。それでは順番に見ていきましょう。1、トマトの悪魔。第1話の冒頭でデンジが駆除した悪魔です。巨大なトマトの実に、大量の芽と手が生えた見た目をしています。種から復活するため、種を焼却処分する必要があることがわかっています。2、ゾンビの悪魔。デンジを雇うヤクザが契約している悪魔です。内臓が露出したマネキンの姿で、胸部に顔が生えたような見た目をしています。契約した人間はゾンビになり、ゾンビに噛まれた人間もまた、ゾンビになるという能力があります。デンジが最初に倒した悪魔で、後にサムライソードとの戦いや、第1部のラストバトルで再登場します。3、チェーンソーの悪魔、デンジ変身バージョン。デンジが悪魔に変身した姿で、胸から生えたスターターロープを引っ張ることで変身します。変身すると頭部がチェーンソーのような形状になり、両腕からも腕を貫くようにチェーンソーが生えてきます。チェーンソーの刃は体を引き裂いて出現していて、自分の意思で出し入れすることが可能です。チェーンソーの悪魔に変身している間は、常に血が流れ出ているため、戦闘後は貧血になりがちです。4、筋肉の悪魔。一見すると芋虫のような、愛らしい姿の悪魔です。触れている筋肉を自由に操る能力を持っていて、人間を操ったり、自身の大きさを変えたりすることができます。少女を誘拐して操っていましたがデンジのチェーンソーによって死亡しました。5、血の魔人、パワー。魔人の中では理性が高い希少な存在で、公安大麻得意4課のデビルハンターとして、早川秋の部隊に所属しています。虚言癖がある、入浴をしない、トイレを流さない、野菜を食べない、包協パッドを愛用するなど、かなり奇抜な性格をした不思議なキャラクターとして描かれていますが、マキマには逆らえないようです。その名からもわかるように血を操る能力を持っていて、自らの血を固めてハンマーやナイフといった武器を生成することができます。作中屈指の人気を誇るキャラクターで、第1回人気投票では見事1位を獲得しています。6、ナマコの悪魔。デンジとパワーがパトロール中に、練馬駅前で遭遇した悪魔です。直立したナマコのような姿に、人間の指などが生えた見た目をしています。民間のデビルハンターが討伐予定でしたが、パワーのハンマーによって一撃で粉砕されました。7、コウモリの悪魔。パワーの飼い猫であるニャーコを連れ去り、解放条件として、餌となる人間を連れてくるよう、要求していた悪魔です。空を飛んだり口からの空気砲で攻撃する能力があります。まだ、人もみ、もしていないデンジによってバラバラにされ死亡しました。8、ヒルの悪魔。コウモリの悪魔を私の男、と呼んでいた悪魔です。コウモリの悪魔と共に、人間を食べ尽くすことが夢でした。デンジと夢バトルを繰り広げた直後、秋が呼び出した狐の悪魔によって飲み込まれました。9、狐の悪魔。秋と契約している悪魔で、呼び出す部位に応じた因を結び婚と号令すると呼び出すことができます。全体像がわからないほど巨大で、頭部には複数の目がついています。人間に友好的な悪魔で、秋以外にも多くの人間と契約しているとのこと。秋は皮膚の一部や束ねた頭髪を代償に、頭部を召喚できる契約をしています。ちなみに狐の悪魔は面食いなので、頭を使わせてもらえるのは容姿の優れたイケメンだけだそうです。10、魚の悪魔。人間より大きいサイズの魚に、昆虫の足がついた不気味な悪魔です。食べると悪魔の力がパワーアップする10の悪魔の肉片を宿していましたが、秋と姫野によって殺されました。11、永遠の悪魔。ホテルと同化してデンジたちを閉じ込めた悪魔です。デンジの心臓を要求するものの、ノーベル賞級の発明で3日3晩痛めつけられ、最終的に自ら急所を差し出して殺されました。12、幽霊の悪魔。姫野が右目を犠牲に契約した悪魔で、ゴーストと呼ばれています。花が生い茂った胴体に、目と口が縫い合わされた女性の顔と大量の骨張った腕が生えた。
かなりおぞましい見た目をしていて、姫野は右目を代償に右手1本を借りています。沢渡茜に使われて秋と戦った際、秋に姫野が残したタバコを授け、それを見て恐怖を克服した秋に首を切られ消滅しました。13、刀の悪魔。刀の悪魔の心臓はヤクザの孫、名前不明、に移植されていて、彼はデンジと同じく魔人でも悪魔でもない存在。サムライソードに変身することができます。変身は仕込み刀のようになった左手を引き抜いて、抜刀することで発動します。変身すると長い刀が頭を後ろから前に貫くようにして水平に生え、その刃の部分と唾が一体化した黒い帽子も現れます。剥き出しになった歯茎も特徴的です。デンジとの初戦では体を真っ二つにして圧勝しますが、再戦時には縦に真っ二つにされてしまいました。ハンターハンターの名シーンを想起させる。彼の最後は話題となりましたね。14、呪いの悪魔。狐の悪魔と共に秋が契約している悪魔で、秋からはカースと呼ばれています。秋はその力が宿った釘のような形の刀を所持していて、この刀を3回相手に刺すことで、寿命と引き換えに対象を呪い殺すことができます。サムライソード戦で秋が使用した後、サンタクロースの契約悪魔として再登場します。15、蛇の悪魔。公安を襲撃したテロリスト、沢渡茜が契約している悪魔です。人間の腕がいくつも重なった口を持ち、鱗のない巨大な蛇のような姿をしています。口の先には人間のような歯が生え揃っていて、尻尾や噛みつきで物理攻撃をするほか、丸飲みした悪魔を吐き出して使うことができます。16、未来の悪魔。沢渡茜による襲撃後に、狐の悪魔と呪いの悪魔が使えなくなってしまった秋が、新たに契約した悪魔です。常にテンションが高く、未来最高、というセリフを連呼しています。姿は人型の樹木のようで、頭部に目が3対、腹部の空洞の中にも大きな目があります。腹部の空洞に頭を入れた人間の未来を見ることができ、未来で最悪な死に方をすることが判明した秋を気に入って、秋の右目に住むという契約をしました。秋は未来の悪魔の能力により、数秒先の未来を見ることが可能となりました。秋によると未来の悪魔が、勝手に未来を見せてくることもあるようです。17、サメの魔人、ビーム。サメの魔人は公安大麻特異4課に所属しており、ビーム、と呼ばれています。デンジをチェーンソー様、と慕っていて、明るくハイテンションな性格が特徴的です。地中や壁などあらゆる場所を泳ぐことが可能で、普段は頭頂部のヒレだけ地上に出して地面に潜んでいます。短い間なら悪魔の姿になることができ、悪魔の姿になると大きな目や複数の背びれなど、サメの特徴が強く現れた頭部に変化します。台風の悪魔との戦いではデンジを背に乗せて駆け回り、勝利に大きく貢献しました。18、暴力の魔人、ガルガリ。上半分はガスマスク、下半分はペストマスクのような仮面をつけている。強力な魔人です。仮面からは常に毒が放出されていて、その力を抑えられています。戦闘時は主に蹴りによる攻撃を多用し、ここぞという場面では足を肥大化させた状態でかかと落としを使用します。暴力の魔人は小紅にとても優しい様子が描かれています。これは彼が荒井宏和の死体から作られたため、と考察されています。19、雲の悪魔、プリンシ。雲の悪魔、プリンシは特異4課所属のデビルハンターです。人間の女性に似た上半身と、雲のような複数の足を持っています。人間に有効な悪魔ですが、感触を起こすと安易に人を殺すので警戒されています。顔の中心に沿ってファスナーのような溝が走っているのが特徴的で、闇の悪魔との戦いでは、体のファスナーを開いてマキマを召喚する能力を見せました。20、天使の悪魔、エンジェル。天使の悪魔、エンジェルは公安の大麻特異4課に所属しています。頭上に降臨、背中に羽といった、いかにも天使といった見た目をしています。中性的な姿は女性のようにも見えますが、性別は男性です。人間への敵意がない特殊な悪魔ですが、意志とは無関係に触れた人間の寿命を吸い取る能力を持っています。人間から吸い取った寿命を変換して、武器を作る能力があり、使用する寿命が長ければ長いほど武器は強力になります。天使の悪魔によると、彼の力で武器になった人間が時々夢に出てくるようです。21、
爆弾の悪魔。可愛らしい容姿と柔らかい物腰の美少女、レゼ、が悪魔に変身した姿です。首の右側にある手榴弾のピンのようなものを引き抜くと、ボム、こと爆弾の悪魔に変身します。変身すると頭部が航空爆弾のように変化し、ダイナマイトが連なった形状のエプロンを身にまといます。戦闘時は爆発による攻撃のほか、爆風による高速移動や攻撃力の強化を行うなど、能力は多彩です。その正体はソ連に育てられた戦士で、最終的にマキマと天使の悪魔の襲撃によって死亡しました。レゼとデンジの物語。通称、レゼ編はファンの間でも屈指の人気を誇っています。22、豚の悪魔。戦闘シーンが描かれることなく秋によって討伐されたモブ的な悪魔です。23、台風の悪魔。風と雨を操る強力な悪魔で、脳が露出した巨大な赤子の周囲を竜巻状の蝶が取り巻いたような姿をしています。また過去の関係性は不明ですが、レゼには頭が上がらない様子で彼女に服従しています。某 B 級映画をオマージュしたデンジとビームの共闘でバラバラになりました。24、カビの悪魔。公安大魔ニカの加藤と田辺が契約している悪魔で、生きている者に対してカビを生やす能力があります。レゼとの戦闘では心臓と腸にカビを生やすことに成功したものの、カビに侵食された体を丸ごと捨てられてしまい有効な攻撃とはなりませんでした。25、ブドウの悪魔。暴力の魔人に討伐された悪魔で、眼球がブドウのように連なった見た目をしています。26、川の悪魔。アメリカの3兄弟が契約している悪魔で作中で本体は登場せず、能力について説明があるのみでした。川の悪魔と契約してその能力を使うと触れた死体と同じ見た目になることができます。3兄弟の長男が無謀な運転による交通事故の犠牲となったことで、死亡すると見た目が元に戻ることが判明しました。27、宇宙の魔人コスモ。脳と眼球が飛び出した顔と、ハート型の瞳を持ったクアン氏の魔人コスモ。その能力は宇宙のすべての情報を強制的に理解させる、というものです。コスモからハロウィン、と声をかけられると、その相手は図書館のようなコスモの精神世界に引きずり込まれます。そこでは彼女の持つ宇宙のすべての情報が本の形で保管されていて、対象者はその内容を強制的に脳内に流し込まれます。すると、死ぬまでハロウィンのことしか考えられなくなるのです。28人形の悪魔。ドイツのサンタクロースが契約している悪魔です。触れた人間を操り人形に変えることができ、人形に触られたものもまた人形となるという、とても強力な力を持っています。衣服に触れられるだけでも人形に変化してしまい、一度人形に変化してしまうと人間には戻れません。ただし悪魔や魔人に対してはこの能力は効きません。事前に人形にする人間に、人間しか持たない感情を学習させておくとより人間に近い精巧な人形を作れます。また人形の命を代償にして他の悪魔と契約を結ぶことも可能で、これが能力の根幹と言えるほど強力です。この能力のおかげで、代償として複数の命が求められる強力な悪魔との契約でも、サンタクロース本体はノーリスクで契約ができます。29、石の悪魔。宮城公安大魔ニカの草壁が契約している悪魔で、ガーゴイルのような姿をしています。魔法陣に乗り指で作った輪から息を吹きかけると、対象を石にする能力があります。草壁によると石の悪魔は気まぐれで味方も巻き込まれることがあるようです。30、レンズの魔人、ピンツイ。先端が蛇のようになったポニーテールを持つクアン氏の魔人、ピンツイ。指で丸型を作りそこからポニーテールのレンズを覗くことで、対象の契約悪魔がわかる解析能力があります。中国語でピンツイは、品評や論評といった意味を持ちます。31、32、33、爪の悪魔、ナイフの悪魔、針の悪魔。ピンツイの能力によって明らかになった、岸辺が契約している悪魔たちです。詳細は不明なため、第2部での登場が待たれます。34タコの悪魔。現役高校生で民間のデビルハンター、吉田博文が契約している悪魔です。タコの悪魔の全容は明らかになっていませんが、作中では巨大な触手が描かれています。触手は直接攻撃のほか、受け身を取れない時のクッションや命綱としても活用できます。ちなみに吉田はそのビジュアルの良さから、女性読者に人気が高く、
第2部での活躍が期待されています。35、竜の魔人、ロン。パワーに似た外見を持つクアン氏の魔人、ロン。口から火を吹く能力を持ち、頭に2本の角が生えた容姿であることから、ロンイコール竜で竜の魔人、と考察されます。回転寿司は皿ごと食うスタイルで、クアン氏からはよく噛むように注意されていました。36、地獄の悪魔。地獄の名を持つ強力な悪魔で、人間や人間界で生きている悪魔を地獄へと落とす能力があります。サンタクロースとの契約では巨大な6本指の右手を上空から出現させ、デンジたちのいるデパートのすべての生物を地獄へ送りました。デパートのすべての生物を地獄へ送った右手の描写は、アンダルシアの犬、というフランス映画が元ネタと考えられています。37、闇の悪魔。闇の悪魔は根源的恐怖の名前を持つ悪魔、で、一度も死を経験したことのない、作中最強クラスの存在として描かれています。サンタクロースがチェーンソーの心臓を持ってくることと引き換えに、自らの肉片をサンタクロースに提供しました。複数のミイラで組み上げられた人型の体に、黒いマントを羽織った姿をしていて、地獄へ連れて行かれたデンジたちの両腕を瞬く間に切断するシーンは圧巻でした。この他にも、一瞬で全身に風穴を開ける、バラバラに切断する、体をねじり折るなど、驚異的な能力を複数持っています。38、継ぎはぎの魔人。体中に継ぎはぎがあるクアン氏の魔人です。本名や能力などは不明で、沈黙を信条としているため作中では一切喋っていません。このように謎だらけの魔人ですが、クアン氏の眼帯を外して弓矢の悪魔へと変身させるという、重要な役割を担当していました。39弓矢の悪魔。人類最強の格闘能力を持つクアン氏は、右目の眼帯に隠された矢を取り出すことで、悪魔の姿に変身できます。変身後のボウガンのような頭部や弓化した両腕など、弓矢をイメージさせる攻撃的な見た目となり、その戦闘力は強大です。両腕からは大量の矢を高速で発射することができ、闇の悪魔の力で強化されたサンタクロースとも互角に戦える、非常に高い攻撃力を持っています。余談となりますが、弓矢の悪魔のデザインは、クレイモアという漫画に登場するイースレイがモデルと考えられます。40、支配の悪魔。ミステリアスな美女でデンジの憧れの存在。マキマの真の姿です。その名の通り、格下とみなした相手を支配する能力があります。支配が完了すると、命令通りに操ったり、本人やその契約悪魔の能力を使用することができます。対象を支配する際は、下腹部、子宮からへその緒のように伸びた鎖が、対象に接続されます。支配の悪魔は日本の内閣総理大臣と契約していて、契約内容は、自らへの攻撃が適当な日本国民の病気や事故に変換される、というものです。そのためマキマはほぼ無敵で攻撃によって倒すことは不可能となっています。また悪魔でありながら容姿は人間とほぼ同じで、人間に対しても友好的な性格をしています。ですが人間にあまり関心がないため、人の顔を見分けることができず、関わりのある人間も匂いで違いがわかる程度です。また、物事を掌握する力を持っていて、世界から消し去られた存在をも記憶し続けることが可能です。第1部のラストバトルでは、匂いでしか人を覚えていない、という、マキマの性質を見抜いたデンジに、ダミーの体を作られ不意をつかれて敗北。その後は生姜焼きなどに調理され、デンジの敵対心のない愛によって食べ尽くされてしまいました。その後は、中国に手新たな個体、ナユタ、として復活し、デンジと一緒に暮らしています。41銃の悪魔。この作品の鍵となる強力な悪魔です。紛争などによって世界的に銃への恐怖が高まっていた13年前、アメリカで銃を用いた大規模なテロが起こった日に出現しました。そして世界各地に上陸して、およそ5分間で約120万人を殺害するという甚大な被害を出しています。その後、何者かによって倒された銃の悪魔の本体は、世界の主要国がそれぞれ所持しています。その割合は、アメリカが20%、ソ連が28%、中国が11%、その他の国が4%となっており、残りの37%は肉片としてあちこちの悪魔が所持しています。
作中後半ではアメリカ合衆国大統領によって、全アメリカ国民の寿命1年分を対象に、全体の 20% に当たるアメリカ諸自分が復活します。その姿は巨大な人型で、胸部には大量の人間の顔が生えていてグロテスク。マキマとの戦闘後はアキの死体を乗っ取り、銃の魔人となってデンジを襲うものの、最終的にデンジに殺されました。42、罰の悪魔。京都公安の黒瀬と天道が生前契約していた悪魔です。二人が死亡した後にマキマに取り込まれ、10の悪魔戦でその名前が初めて登場しました。マキマが京都で使用した。罪を犯した生贄の命と引き換えに遠隔で対象を圧殺する力。これが罰の悪魔の能力と考察されます。43チェンソーマン、チェンソーの悪魔。悪魔に最も恐れられる悪魔こと、チェンソーマン。これがポチタの真の姿です。変身すると蝶がマフラーのごとく首に巻きつき、全身が黒い鎧で包まれます。頭部と手足のみがチェンソーに変化するデンジ変身バージョンとは異なり、腕が肘の先から4本になったりと容姿にも大きな変化が見られます。チェンソーマンは地獄のヒーローで、助けを求められると現れ、助けを求めた悪魔ごとあらゆる悪魔を殺し回る、という厄介な性質を持っています。そして悪魔に最も恐れられる理由は、食べた悪魔とその名前を持つ存在を、この世から消し去ってしまう能力を持つためです。チェンソーマンに食べられた存在は、あらゆる記録や個人の記憶から抹消されてしまいます。第1部のラストでは、強すぎて誰にも抱きしめてもらえないから、誰かに抱きしめてもらうことが、チェンソーマンの夢だったと判明します。44、チェンソーマンの眷属。チェンソーマンの眷属、家来は、キリスト教の天使階級の名前と一致した名前を持つ悪魔となっています。セラフィム、ドミニオン、ブアーチェについては、作中で能力などは明かされていません。45、チェンソーマンに食べられた悪魔たち。かつて、ナチス、アーノロン症候群、第二次世界大戦、ソア、エイズ、核兵器、火山大噴火。そして、人なら誰もが持っていた第六感、子供の精神を壊すとある星の光。死の他にあった4つの結末。などの名前を持った強力な悪魔が過去に存在していたとのことですが、チェンソーマンに食べられたことで、その存在は消えてしまったようです。46、地上を支配する4騎士の悪魔。マキマがチェンソーマンの力を使って、消し去りたいと話していた悪魔たちです。これらし、戦争、飢餓及び支配は、新約聖書の聖典ヨハネの黙示録の中で、地上を支配する4騎士の名前として登場します。47、武器人間図。第1部のラストでは、マキマに従う武器人間として、サムライソード、レゼ、クアンシ、刀、爆弾、弓矢に加えて、長剣、槍、鞭、火炎放射器の悪魔が登場します。彼らはチェンソーマンに食べられたにもかかわらず、悪魔でも魔人でもない存在、として存在が許されているとのこと。ちなみに武器人間図の元ネタは、2013年に公開された武器人間というホラー映画になります。48、血の悪魔。十文字の瞳、4本の角と腕、高い背丈といった容姿を持つ。血の魔人パワーの本来の姿です。チェンソーマンの肉片を食べたことで、血を操る能力が格段に強力になっていますが、性格は魔人の時と全く変わっていません。49カマキリの悪魔。デンジを奪って逃亡する血の悪魔を止めるため、カマの部分が2コマだけ登場した悪魔です。公式によると狐の悪魔と同様に面食いとのこと。50、高校生になったデンジが討伐しようとする悪魔。第2部が楽しみですね。以上でチェンソーマン第1部に登場する全悪魔の解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの悪魔や魔人はどれですか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマンファンの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。